卓球の五輪3大会連続メダリストである石川佳純さんが2023年5月1日、23年間の現役生活から退くことを表明しました。自身の公式サイトを通じて日本語と英語で発表したほか、ファンが多くいる中国の SNS サイトウェイボーにも投稿。4月18日にあった WTT チャンピオンズマカオ大会2回戦で東京五輪女子シングルス金メダル、中国の陳夢選手に1対3で敗れてから10日余りで下した決断に、今も国内外から惜しむ声が続出しています。この動画では石川佳純さんの偉業を振り返るとともに、石川さんが誰からも愛される理由について詳しく見ていきます。石川佳純さんは小学1年生から本格的に卓球を始め、小学6年生で出た2005年の全日本選手権女子シングルスで3回戦に進出し、愛ちゃん2世と脚光を浴びました。子供の頃は土日だけで50試合こなすこともあるほどの試合好きでした。2007年の全日本選手権では史上最年少の13歳11ヶ月での4強入りを果たし、その直後に14歳で日本代表に抜擢されました。台から少し離れた中陣でラリーをしながら木を見て豪快にコースを突く王道スタイルで日本のトップに上り詰めました。素顔は清楚な印象通りの謙虚な性格だといいます。しかしひとたびラケットを持てば自ら得点を奪いに行く攻撃的なプレースタイルを貫き、世界と渡り合ったのです。2012年には平野早矢香、福原愛と出場したロンドン五輪女子団体戦で日本卓球史上初のメダルとなる銀メダルを獲得しました。しかし順風満帆に見られた石川さんの競技人生の中でも人知れずくじけそうになる葛藤があったようです。その勢いに変化が起きたのは全日本選手権で3連覇を飾った2016年以降のことでした。台前に張り付く前陣型から高速卓球を展開する伊藤美優や平野美宇が活躍し始め、何度も負けを経験しました。早田ひなを含めた2000年生まれトリオの勢いは凄まじく、卓球スタイルが古いという心ない言葉も飛んだといいます。けれども石川さんはそこで諦めませんでした。前陣速攻型への対応力を磨いて反撃の時を待ったのです。こうして迎えたのが2021年1月の全日本選手権。当時世界ランク3位で優勝候補筆頭とされていた伊藤選手との決勝は今なお語り草となっている名勝負です。第1ゲームは多彩なサーブを武器とする伊藤選手に4対11で奪われましたが、第2ゲームは対応力を発揮した石川選手が取り返し、ゲームカウントは1対1。第3、第4ゲームは再び伊藤選手のサーブと速攻に苦しめられましたが、1対3と追い込まれてから驚異的な粘りを見せます。第5ゲームを12対10と僅差で奪うと、第6ゲームも連取。最終第7ゲームは9対5から9対9に追いつかれましたが、そこからが石川さんの真の姿でした。世界一美しいと称されてきた得意のフォアハンドで2連続ポイントを奪います。ついに5年ぶり5度目の優勝を果たすと、両手を突き上げて喜びを爆発させたのです。感無量の面持ちで始まった優勝インタビューでは、多くの若い選手が力をつけた中での優勝をどう感じているかと聞かれ、20秒近く言葉が出ませんでした。そして嬉しい、たくさんの人に感謝したいと言い涙を拭ったのです。若い世代に勝てないのではないか、もう無理なのではないかと思ったこともあったし、言われることもあった。でもそうではなかった。まだまだやれると思っています。この芯の強さが石川さんの最大の武器だったのです。五輪の代表選考ではわずか2枠しかない女子シングルス代表争いを10年以上にわたって全力で戦い抜いてきました。特に東京五輪の選考レースは24時間ついてくると表現したほどの重圧でした。選考ポイント2位の平野選手と僅差の3番手で臨んだ2019年12月のノースアメリカンオープン決勝は平野選手との直接対決となり、この試合を制した石川さんが逆転で2位に滑り込むと、五輪ではやっと日本選手同士で争わなくていいという言葉が自然と口から出ました。東京五輪は女子シングルスでこそ悲願のメダルに届きませんでしたが、女子団体では熾烈な代表争いで競い合った平野選手と組んだダブルスで
1回戦から準決勝まで3戦全勝を飾り、銀メダルに大きく貢献しました。東京五輪後も卓球への情熱に陰りはなく、引退を表明した時点でパリ五輪の日本代表選考ポイントは5位、世界ランクは11位、十分な力を持ったままの輝かしい引退だったのです。これが誰からも愛される理由か。2023年5月18日に都内で行われた石川佳純さんの引退会見で、ある記者は随所に抜群の人間性が垣間見えたといいます。引退会見では報道陣に石川さんから手紙と自身が監修したかすみんカレーなどが配布されたそうです。手紙には、10歳で初めて出場した全日本選手権から約20年間、あの時はメガネっ子でしたね。長い間本当にお世話になりました。メディアの皆様のおかげで良い時も悪い時もたくさんの方に成長を見守っていただき、応援していただきました。これからもよろしくお願いいたしますと記されていました。中国人記者の無茶ぶりにも満面の笑みで答えてみせました。引退会見の質疑応答で同国メディア新華社通信が、中国語で質問するので中国語で答えていただいていいですかとまさかの提案をしたのです。石川さんは頑張りますと苦笑いを浮かべながらも流暢な中国語を披露して会場を驚かせたのです。現役引退を表明した時にこんなにたくさんのメッセージをいただけるとは思っていなかったのでびっくりした。すごくありがたかった。中国で試合をすると応援してもらって本当にホームのように気持ちよくプレーできた。機会があればいろんなことにチャレンジしてみたい。いつかは中国に行ってファンの方にも感謝を伝えられる機会があったらいいなとコメントしました。日本のみならず中国でも絶大な人気を誇る石川さんならではの神対応でした。石川さんはたくさんのインタビューの中で、特別に中国語を学んだことはありませんと言っています。愛ちゃん2世と呼ばれるようになってから中国人のコーチからマンツーマンで指導を受けたり、遠征で中国に行ったりする機会が増えたのです。石川さんは中国人のコーチをつけたり中国人選手と交流したりすることによって日常的に中国語を身につけていきました。実は中国語には日本語にはない卓球用語が数多くあり、日本語を使うよりも精密に卓球の議論ができるのです。卓球を上達させたい一心で中国人コーチの指導がわかるように卓球用語から勉強していきました。それだけでなく中国人の友達とメッセージのやり取りをしたそうです。中国語には第一声、第二声、第三声、第四声があります。これを理解していないと文章を書くことは難しいのです。新華社の記者は石川さんの中国語の発音について、石川さんは福原愛さんほど北方なまりは入ってません。綺麗な発音されますねと言って感心していました。一連のやり取りは日本のみならず中国でも大きな反響となりました。会見の様子は中国の SNS、ウェイボーでも拡散され、中国でも人気のある選手だけあって祝福春明と引退を祝福するコメントで溢れていました。春明とは中国での石川さんの愛称です。また石川さんの人気の背景について、色白で目がくっきりしていて常に笑顔であって、コメントも攻撃的ではなく性格が良いからと分析する記事もありました。引退の決意を固めたのは3月の世界ツアー WTT シンガポールスマッシュ終了後でした。南アフリカダーバンで行われる世界選手権の代表からも自分でもいいタイミングなのかなと思ったといいます。最後の試合となった4月の WTT チャンピオンズマカオでは東京五輪に勝んで同年代のチームと対戦。ジュニア時代から何度も顔を合わせてきた盟友との試合は運命の糸に導かれたものでした。試合は1対3で敗戦でしたが、コート外では友人でもあって最後の試合がチームだったことに不思議な縁を感じたと話しました。全てを出し切った石川さんの表情は晴れやかでした。そんな石川さんには様々な人々から激励とねぎらいの言葉が届きました。一昨年の東京オリンピックの女子団体でダブルスを組み共に銀メダルを獲得した平野美宇選手は自身の SNS で、石川さん長い間お疲れ様でした。石川さんと過ごした時間はとても楽しくて、プライベートでも優しくしていただき感謝の気持ちでいっぱいです。石川さんはこれからも私の憧れです。まずはゆっくり休んでくださいと感謝の気持ちを綴りました。2017年の世界選手権混合ダブルスで石川さんとペアを組み
この種目で日本勢48年ぶりとなる金メダルを獲得した吉村真晴選手は自身の SNS で、石川さんから分かつために必要なことや考え方など言葉では言い表せないほど多くのことを学びました。今の自分がいるのは石川さんがいたからです。共に世界一になれたことは人生においての宝物です。本当にありがとうございました。そして現役生活お疲れ様でしたと感謝とねぎらいの言葉を綴りました。また2012年のロンドンオリンピックの女子団体で共に銀メダルを獲得した平野早矢香さんは自身の SNS で、かすみ、本当にお疲れ様。言葉が出ないわ。早く会いたいわ。とコメントしています。東京オリンピックの混合ダブルスで金メダル、男子団体で銅メダルを獲得し去年現役を引退した現タレント水谷隼さんは自身の SNS で、長い現役生活本当にお疲れ様でした。お互い共通することが多く一番の戦友です。まずはゆっくり休んでください。かすみん、卓球界に多大なる貢献、そしてたくさんの感動をありがとうとコメントしました。共にロンドンとリオデジャネイロのオリンピックでメダルを獲得した福原愛さんは SNS に投稿し、かすみが本日引退を発表しました。事前に言われた時はちょっと涙が出そうでした。私とかすみは14歳の頃から思い出がいっぱいあります。時には最大の戦いのライバル、時には一番可愛い妹、時には最も信頼できるメインメンバー、時には一緒に遊んだりおしゃべりしたりする最高の友達、時には私の目標であり私の憧れの相手、最も私に大きな力を与えてくれた名選手です。約20年間彼女と一緒に努力した時間は私にとっての美しい思い出です。同じ時間を彼女と一緒に戦えたことは私の誇りです。かすみが与えてくれた感動と力に感謝します。かすみがいなければ日本チームはここまでのレベルには達しなかったでしょう。かすみが日本チーム全体のレベルを引き上げてくれたのです。多くのファンがおそらく今日涙を流しているでしょう。でもかすみはどんどん良くなってもっともっと幸せになると思います。皆で彼女の幸せを祝福し応援しましょう。石川佳純さん、今まで私たちに与えた全てに感謝しますとコメントしました。小さい頃から注目を浴び様々な重圧に苦しんだのは一度や二度ではないと思います。周囲からは様々な言葉が飛び交い、そっとしておいてほしい時もあったに違いないでしょう。それでも日本のエースの役割を全うし、結果で実力を証明してきました。国境をまたいで卓球人気を押し上げ魅力を広めたスーパーアスリートのこれからの人生に心からのエールを送りたいと思います。これでお話は終わりです。この動画がなかなか良いと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。